はい、金坊主です。久しぶりにキャンプに来ました。ファミリーキャンプ。今回はカモシカ EX のダックサイトですね。3つしかないんですけれども、130、140平方メートルぐらいあるノーリードサイトです。で、他のサイトと違ってちょっと離れた場所にあるというか、周りがね、3つしかね、サイトがないというところがあるので、かなり静かにキャンプができる。スノーピークのランドロック、パーフェクトランドロックアイボリーで今回はのんびりとワンちゃんとファミリーキャンプ楽しんでこようかなと思います。で今回マキタの6リットルのちっちゃいレオンコ準備して持ってきました。アイスクリームをね、キャンプ場で食べたい。そろそろ食べたくなる季節。夏に向けて。で、アイス、横のスノーピークのハードクーラーでもいけるんですけれども、いけるかなっていうね、ところもあるんですよ。なので、前までは廃校機の大きなやつ持ってたんですけれども、そこまで大きくなくてもいいと。ただアイスクリームさえ入ればいいと思いまして、このサイズのものを買ってきましたが、めちゃくちゃいいですね。ちょうどいい。ちょうどついてテント設営してわちゃわちゃした後にアイスが食べれると。で、電源サイトやったらね、次の日まで持ちますし、ちょっと腐らしたくないなとか、キンキンに冷えといてほしいなとか、そういう時はね、こいつありかなと思いますので、値段的にね、大きいやつとちっちゃいやつあんま変わんないんで、なんかちょっともったいないなとずっと思ってたんですけど、買ってよかったです。いつもの横長メッシュ焚き火台なんですけれども、薪を使わないと。オガライト。薪ストーブにすごくいいよっていう風に言われたんですけれども、買ってたんですが、結局薪ストーブに使うことはなく、置いてたやつがあったので持ってきました。燃焼長めで、のんびりと焚き火できるという風に聞きまして、で薪ストーブに使おうとも思ってたんですけれども、結構そのすすが多いと。なので、薪ストーブで使うと、時間によっては、その使用時間によっては、煙突すすだらけになって詰まっちゃう可能性もあるよみたいなのも見たので、今回は普通に焚き火として、焚き火の燃料として使ってみたんですけれども、めちゃめちゃ良かったですね。火はつきにくかったので、ガスバーナーでガーッとやったんですが、一回ついてしまったら、あとはもうほったらかしで大丈夫ですね。いつもね、結構薪を2束とかね、3束買ってましたけれども、費用対効果っていうか、コスパ的にもこっちの方がいいなと思いました。今回のね、焚き火台はそんなに大きくないんで、あれですけれども、例えばスノーピークの焚き火台 L とかになってくると、すぐね、薪が燃えちゃって、焚き火、もう世話しないわけですよね。はい、入れて、はい、入れて、はい、はい、巻き巻きみたいな感じなので、それを考えると、こいつはのんびりと焚き火できるなと思って、いいなと思いました。で、久しぶりにね、ずっと薪ストーブ使ってたので、久しぶりな焚き火なんですけれども、やっぱり横長メッシュ焚き火台、いいっすね。ちょうどいいんですよね。サイズ的に家族で囲むってなると、ちょっとちっちゃいんですけれども、設営も楽だし、片付けも楽だし、で、ちっちゃいとは言ってもですね、40センチぐらいの薪、2、3本入るので、全然ね、そのちっちゃいと感じないぐらいいい焚き火台なので、まだね、やっぱキャンプ場でそんなにね、出会ったことがないので、この動画見てる方でね、なんかいい焚き火台ないかなっていう風に探してる方は、ぜひともね、この横長メッシュ焚き火台、検討いただけたらいいんじゃないかなと思います。今回ね、大事なもの忘れまして、ワンコのね、ドッグコット忘れちゃいまして、載せたなぁと思ってたんですけど、よくよく見たら、玄関のところに置いてまして、もうめちゃめちゃ怒ってましたよ。ずっと立っとかなあかんやないかというところがあったので、こちらの椅子をね、お貸ししまして、こんな感じでね、丸まっております。基本的にのんびりしたい
ワンコちゃんなので、そんなに走り回らない。まあ、時々走るんですけれども、基本的にはね、ドッグコットで寝ときたいというような感じなので、まあ、今回ね、忘れちゃいまして、非常に疲れてはりました。家帰るとき。まあ、ここ座っていいよって言ってはいるんですけど、まあ、いつものコットがないじゃないかというところでして、家帰ってきてからね、ずっと寝てましたね。やっぱこう地べたにね、座るのは座るわけですけれども、やっぱ冷たいし、今回石油ファンヒーターを持ってきてたので、石油ファンヒーターの前にゴロゴロ寝てましたけれども、基本的にはね、いつも外行った時は、このコットっていうのを決めてはるから、まあこんな感じでずーっと怒ってはりました。多分出してくれるんだろうなっていうのは待ってたんちゃうかなと思いますが、まあ次回はね、ちゃんと忘れずに持っていこうと思います。でこちらのダックサイト、まあ初めて使ってみたんですけれども、結構縦長なんですね。縦長、正方形の3つぐらいありまして、本当やったらここの前にもう一個タープ立てようかなと思ってタープも設営してたんですけれども、まあ、そんなに暑くもないからもうタープいらんかっていうところで、まあ、跳ね上げで終わりましたが、まあ後ろにまだ別のテントをくっつけてですね、ランドロックはリビング、で後ろに寝る用のテントみたいなものをつけることも全然できるぐらいの広さですし、まあ、今回後ろはね子供たちが遊ぶ場所にしてますけれども、トイレもそんなに遠くはない。めちゃくちゃ遠いってわけではない。ただ遊び場の方を見れないんですよね。遊び場の方が見れないので、例えば S1 とか後ろの独立のサイトやったら遊んでるところも見れたりするんですけれども、まあそれはラビットとかカモシカとか他のサイトも同じなのであれですが、やっぱね静かでした。他のサイトよりも静かやったので、のんびりしたいっていうところはおすすめかなと思います。で、焚き火終わったら、基本的にうちは毎回マシュマロ焼いてはります。非常に僕はマシュマロそんな好きじゃないので、焼いてくれようとするんですけど、あ、パパは大丈夫よって言います。で、このね、横長メッシュ焚き火台ね、マシュマロが焼きやすいんですよね。ちょうどこの形、その火の粉がメッシュで、覆われるので、バンバン飛んでこない。危険じゃない。で、さらに今回は、このオーガライト使ってるから、普通の薪よりもはぜない。なので、より、いつもよりも子供たち、そうですね、20%ぐらい楽しんでた気がします。いつもより焼きやすいとは言ってはりました。で、まあみんなね、テントの中でおやつ食べてて、で、今回は、私はね、外でね、お酒を飲むと。久しぶりのね、焚き火なんで、のんびりしたいなというところで、お外でかましてましたけれども、キャンプ始めて一番最初に買った焚き火台なんですよね。確か。で、ずっと使ってて、ソロでも使うし、ファミリーでも使ってるし、で、メッシュが破れたら、メッシュ交換というかね、メッシュ単体で売ってるんですけど、全然破れないんですよね。もう、数年使ってはいますけれども、全然問題ないし、頑丈。お値段がね、やっぱ2万円超えてくるっていうのがあるので、どうしてもちょっと高い、他の焚き火台と比べたら高いなっていうのはあるんですけれども、こんだけ頑丈やったらまあ別に、ただまあ、他の焚き火台もね、焚き火台自体結構頑丈なので、壊れにくいかなと思うんですけれども、やっぱね、この炎の見せ方というか、今回ずっと焚き火台の話をしてますけれども、久しぶりにね、焚き火して、やっぱこの焚き火台いいなって思ったんですよね。ただ一度も今までキャンプ場で
同じこのノリノリライフの焚き火台を見かけたことはないんですよね。インスタとか YouTube では結構見かけたりするんですけれども、そんなじろじろね、他の人のサイトを見てないからっていうのもあるんですが、こんだけ言ったんでね、お一人ぐらい多分買うかなと思うんですけれども、ぜひとも買ってね、なんかこう良かったよみたいな意見欲しいなと思います。で、このオガライト、どれぐらい残るかなと思ってたんですけど、ほぼほぼ残らずで、もう本当に数センチぐらいの層ぐらいで終わってたので、いいですね。なんか逆にこれのデメリットってあるのかなと思いつつ、さっき言ったように、冒頭言ったように、薪ストーブやったら、すすが多いとか、あと、燃やしてて思ったのは、やっぱ煙はちょっと多いなっていうふうに思いましたね。なので、燃やし出した瞬間の煙が多いから、でもその煙もすごい嫌な煙とかではなかったので、本当にね、この薪を入れるスピードがのんびりやったので、毎回でもこれ買おうと思うと、置いとく場所も大変やなと思いつつも、今回すごいいいなっていうのをもう知ってしまったので、悩みますね。とりあえずもう一回次ね、ソロかデュオぐらいでキャンプ行くので、もう一回買ってみて、良ければ、ちょっと基本的には薪じゃなくて、こいつで楽しもうと思いつつも、やっぱしデメリットもいろいろあるかなとは思うので、なんかこう、めちゃくちゃデメリットとかがあるんであれば、どなたか教えてもらえたら嬉しいなと思います。おっさんがどっか行ってる間に末っ子が来ましたね。末っ子はもうね、0歳、ほぼ1歳ぐらいの時からキャンプしてるので、キャンプしてる人生の方が長いというベテランキャンパーでございますが、毎回ね、ちゃんと出てきてくれるので、ありがたいところですね。本人もね、だいぶベテランキャンパーで、スノーピークのマーク見たら、スノーピークやんとか、これどこどこのテントみたいな感じで言ってはるので、このままで行くとですね、二人ソロキャンプできるんじゃないかなっていうふうに期待はしていますが、基本的にお菓子が好きでついてきてくれてるので、お菓子さえあれば、二人ソロキャンプ実現するんじゃないかなというふうには思っております。というところで朝です。今回はコールマンのバーナーを持ってきました。ガソリンのバーナーですね。ガソリンのランタンは持っているんですけれども、久しく使ってなくてですね。で、ガソリンは余ってたと。で、久しぶりにですね、コールマン製品も使おうと。もともとキャンプ始めた頃はもう全身コールマン。その後全身 DOD になって、今は全身スノーピークになってますけれども、それぞれやっぱしね、製品好きなので、特にこのコールマンのね、バーナーはね、ランタンがめちゃめちゃ好きで、こうやったかなみたいなぐらいでやってたんですけど、火事にならなくてよかったです。何回か練習したんですけどね、やっぱポンピング不足っていうところでしょうかね。ただこれがあれば、基本的にガス缶持っていかんでいいし、ソロでは十分かなという。ソロキャンプね、よくガス缶忘れてたり少なかったりする時があるので、これであれば忘れ物しても大丈夫だから、というところでね、今後はちょっと積極的にこいつを持っていこうかなと思っております。で、一回ね、お湯沸いてしまえば、こんな感じで保温というか、これもほっといたらね、お湯は蒸発していくんですけれども、タクード皆さんどうです？僕ね、結構好きで積極的に使うんですけれども、あったかくなるよねと。全然テント温まらないという人もいるんですけど、いや、温まるよなとは思ってるんですね。あと奥の石油ファンヒーターと2つ持ちをしてですね、行くんですけれども、ソロの時はもうタクードで全然問題ないなと思いつつ、ファミキャンでランドロックってなっていくと、やっぱこいつだけはちょっとね、難しい部分はありますけれども、でもあったかいよなとは思うんですよね。で、これが
去年買ったランキング1位のスノーピークの鉄フライパンですね。めちゃくちゃいいです。もうめちゃめちゃ使ってますね。何がいいってもう全部です。見た目もそうですけど、じゃあスノーピークのバーナーで焼けよというところなんですけど、さっきもお話ししたように、我がこのコールマンのね、バーナー大好きなので、こいつをガンガン使っていこうと思うんですが、皆さんやっぱこう好きなね、キャンプギアに囲まれてキャンプするっていうのが一番幸せっすよね。今回はちょっとね、珍しくちゃんと料理って焼くとか温めるぐらいしかしてないですけれども、だいぶね、数年キャンプして余裕出てきたので、朝ごはんももう少し時間かけて作れるんじゃないかなっていうふうにちょっと自信がついてきました。3連休やったので、行きはまあまあ渋滞してまして、で、帰りも多分ちょっと渋滞してんじゃないかなっていうところ。あとまあ花粉バンバン待ってて、もう帰りのこの撤収時はね、くしゃみは止まらないし、鼻水も止まらないし、目はかゆいしで、やっぱり春のキャンプ来るんじゃなかったなって途中で思ったりもしたんですけれども、まあ子供も楽しそうだったんで、頑張ってですね、春キャンプも何回か行こうかなと思います。まあ、特にこの末っ子はね、まだ多分花粉症じゃないっぽい。まあでもギリ花粉症な症状も出てたりはするんですけれども、まあ元気にね、やってくれてるので、春休みとかで何回かキャンプ行けたらいいかなと思っております。まあ、今回はね、ランドロック、パーフェクトランドロック持ってきましたけれども、もうね、なんか動画とかにも出てますね。新作のランドロック。めちゃくちゃ便利というか、設営楽そうですよね。最初にもうフレームを立てて、あとはそれを引っ掛けていくだけっていう形でしたよね。まだ見られてない方はね、多分検索したら出てくるかなと思います。ポールをもう立てて、で、その穴に入れたらね、ぐっと曲がった状態になって、で、それで頭をカチカチカチと引っ掛けていくだけみたいな。だから今のこのランドロックみたいにスリーブに通してよいしょじゃなくて、カチ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 でテントが立っていくというような形でしたし、でさらにエアテントですよね。エアテント、空気入れてと。で、まあ今年のスノーピークの新作テント、まあ、もう一つちょっと番外編で車に乗せるルーフテントありますけれども、まあ、それぞれですね、共通点としては設営がめっちゃ楽というところかなというふうに見てて思いました。別にこのランドロックも設営が大変ってわけでもないし、まあ、スノーピークのテント全体的に他のメーカーのテントよりもガイロープも少なかったりとか、ペグの数も少ないので、大変やなっていうところはないんですけれども、まあ、それでもですね、今年の2026年のスノーピークのテントは楽。だから僕の中でのコンセプトとしては、設営楽ちんっていうところを押してはるのかなと思ってます。もう出ましたね。新作の製品。先割れスプーンが出て、そろそろなんかこうテントじゃないものがボコボコ出てくるんでしょう。早く椅子が欲しいっす。これぐらい椅子が欲しいっす。というところで、まあ新しいね、製品が来たら、またレビュー動画であったり、まあキャンプ場で使っている様子撮ろうかなと思ってますので、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。以上です。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la